このスナップポイントがやっぱ重要になってくるところになります。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日は建築チュートリアルといたしまして、以前お伝えしておりましたアークの建築基礎シリーズで、現在ごとにはお伝えしていたんですが、今回に関しては、始めたての人でもわかる建築超基本12選という形でお送りしていこうかと思います。アークの建築ですね、かなり色々奥が深くて、建築できたりできなかったり、なんでこんな建築できるんだろうみたいなもの多々あるかと思うんですが、詳しい話するとどんどん奥が深い、ある意味エンドコンテンツの部分はあるんですけども、まずはですね、今日買ったよみたいな初めてやる人でもアークの建築の本当基本的なところをまず知ってからになってくると思うので、そういった部分のご紹介となっております。各パートごとに分けておりますので、一応ですね、前半に関してはもう本当の基本中の基本のところですね。後半に関してはどっちかというと考え方的なもの、判定であったりとか、そういった部分のお話になってきますので、一応概要欄からチャプターで飛べるようになっておりますので、気になるところだけでもご覧いただければと思います。アーク始めていく上でですね、また実際今やってる人でもですね、ちょっと基本を見返すような感じで見ていただけると、そうだったんだみたいなところが気づけるかもしれませんので、ぜひご覧いただければと思います。また何かの役に立てれば嬉しいです。普段こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まず設置についてやっていきます。基本の基本ですね。後ろこうなってるのはちょっと見やすくするためになってます。単純に壁で囲っただけです。通常ですね、まずは制作の方で藁土台であったり木の土台を作ったりしていくと思うんですけども、制作していただいてインベントリーに入る。これを下のスロットにはめてもらいます。で、パソコンであればここ1、2、3、4って数字になってまして、プレイステーションだと丸三角とかボタンがついてると思うんですけども、このボタンに対応して押していただくと、このように設置したものが使えるというものになってます。設置の場合はこういう感じですね。土台の場合であれば、一回決定ボタンを押すとこういう回せるようになります。これは自由に置ける場合ですね。角度も変えれるというものになってます。もう一回押すと、設置ができるというものですね。あとはそれについて置いていけるというものです。設置に関してもしミスってしまった場合などに関しては、このように取得可能時間というところで置いて30秒間に関しては拾うことができます。拾えない場合は解体になるんですが、解体した場合なんですけども、資材が半分返ってきます。ただ半分損することになるので、30秒以内であれば設置して回収ができるというところですね。これで無駄なく置き直しが可能になります。これは特に建材よりは重い工業炉とかですね、の設置とかには便利ですね。回収に関してなんですが、回収できるものとできないものがたまにあります。基本的にはできるんですけど、もう一つがいつでも回収できるもの。30秒間を過ぎても回収できるというものもあります。椅子とかですね。で、なぜか温室の三角天井もいつでも回収できるという謎の設定があります。ずっと治らないんでバグなのか違うのかがわかりません。もう一つですね。壁とかにもなるんですが、このようにこっちから見ると青ですね。外側が緑になってます。表と裏があります。裏と表がある。さっきのように同じ場所、通常であればそのまま裏になりますね。外側が表になってます。ただ設置に関してパソコンだと E ボタン、プレイステーションだと三角ボタンを押していただくと、この表裏が切り替えれるようになっています。一応表裏切り替えると段差はできます。ひっくり返るので、この部分を軸に表と裏が切り替わっています。ここだけ覚えておいていただいて、ひっ
詳しくはまた後日ですね、建築の方でお話ししようかと思うので、今は表裏切り替えれるよっていうのを覚えておいていただければと思います。次に設置ポイントですね。こういう形で土台でも四角でポイントがいくつかあるんですが、向きですね。わかりやすいのだと傾斜付きの三角天井。これが接続としてはいろいろあるんですね。同じ壁でも上向きと下向き、あとこっち側についたりっていうので、通常であればこのように移動して向きを変えて視点を変えたりできるんですけど、これに関してですね、パソコンだと Q ボタン、プレイステーションだと R1 ボタンで切り替えることができます。同じ場所でですね、押していただければ順番に角度に向いて切り替えることができます。特にこの傾斜付きの三角天井を貼るときとかは便利ですね。続いて張り替えについてですね。通常建築していると最初藁であったり木でこのように建築物を作っていって、そのうち石であったり鉄が使えるようになるんですが、建築作ってまた新しい建材で一から作り直してもいいんですが、最初藁で作ったのを木に変えるとか石に変えるとかって割とやりたいと思うんですね。そういった場合に一回壊して作らなくてもできます。それがこういう形で石をそのまま同じスナップポイントに合わせていただいておけば、このように張り替えができます。そしてちゃんと壊した時と同じように建材も半分ですね、素材は戻ってきます。でこれに関してはこの壁であったり収納ボックスとか置いている状態でも同じように壊さずに張り替えることができます。なんで建材をグレードアップする上でもいちいち壊さなくてもグレードアップすることができます。それぞれ土台は土台、壁は壁という形で張り替えていくことにはなるんですけど、壁に関してなんですが、壁の扱いになるものがいくつかありまして、例えば両扉枠に関してもこのように壁ついてても張り替えて両扉枠、もちろん逆も可能です。建材のアップグレードだけではなくて、扉に変えたりとかですね、窓に変えたりっていうのができます。壁の扱いとしては、木で考えると、壁、扉枠、木の窓枠、両扉枠になってます。あと天井に関しても傾斜付きの天井はダメなんですが、天井とこのハッチ枠は同じ扱いになってるんで張り替えることができます。張り替えについてなんですが、同じようにですね、別の建材じゃなくても石に張り替えることもできます。主に建築ミスが多いとは思うんですが、あともう一個は壊れた場合ですね。例えば石はあんまないんですが、木材とかでダメージが恐竜に攻撃されて入っちゃったとか、自分で殴っちゃったっていうのが修理もできるんですけども、張り替えて新しくするという手段もあります。あんま多いと一個ずつ修理していくのめんどくさいんで、こういう手段もあります。続いて切り替えですね。建材によって主に土台とこの階段なんですが、このように仕様を切り替えることができます。ブロックにするとこういう形。壁で囲われたような形になります。通常がこれですね。これはいつでもデフォルトとブロックと切り替えることができます。普段こういう形になるんですが、このようにブロックにすると、この境目が同じデザインになるんで、建築するときにデザイン的に揃えたいよっていう時とかは便利ですね。階段に関しても、通常この状態ですが、これもスロープと切り替えることができます。このような形ですね。木に関してスロープってあるんですけど、実際のスロープとは、角度が違います。木に関してはどちらかというと、木の傾斜付きの屋根と同じ角度になってます。後ほどご案内するスナップポイントが違ってくるので、傾斜付きの屋根と階段で使い分けるような感じですね。あとは階段っていうところでデザイン的にも切り替えることができます。登れるのは一緒なんで、見た目のところですね。あともう一つですね。土台に関してなんですが、こういう感じになってます。実際。下の方ですね。埋まってるところなんですが、下から見るとこういう感じで、下も綺麗に四角に囲われている状態になってます。もともと土台の下に壁を張ることができないので、そういった部分で囲うことができるのと、イカダとかに埋め込んだ時にイカダを守ったりっていうのもあります。
ここからは少しテクニック的なものになります。まずは柱ですね。通常は柱、こういう形で地面にスナップする状態になるんですが、土台に関して重ねようとすると、このように真ん中に柱がスナップするんですね。これを角に置きたい場合なんですが、柵土台っていうのがあります。一応これもつくの2つ外側と内側とあるんで、それによって柱のつくところも違うんですが、今回内側に入れて、このように柵土台を置くと、柵土台の両端に柱を置くことができるようになります。もちろん真ん中にも置けるんですが、この状態で柱を立てていける状態。で、この状態でも壁は置くことができます。で、今こういう柱の向きですが、逆にですね、さっきのように外側に柵を置いた場合ですね、に関しても、このように置くことができます。こういう感じですね。で、見ていただいた通り、柱のつく位置が変わってくるので、ここはお好みで合わせていただければと思います。ただ、これですね、壁を先に置いてから柱を立てると置けなくなりますんで、ご注意ください。次にですね、恐竜門。巨大の恐竜門も一緒です。普通に恐竜門って何もスナップせずに置けるんですけども、普段はこういう風に合わせていくような感じですね。で、これをきれいに土台、もしくは天井とかに貼りたい場合なんですが、これも一緒で柵土台を使います。このように柵土台をつけていただければ、このように恐竜門を貼ることができます。もちろんですね、これもさっきと一緒で、柵土台を外側に置いた場合に関しては、このように外側につくことになります。機的に向こう側についていることになるので、表裏向きが反対になります。こういう時に E ボタンとかで表裏を変えるという形で置くことができます。こんな感じですね。もちろん反対に置いてもいいんですが、もちろんスナップしているポイントが違うので、この出ている幅が違ってくるので、そこはデザインに合わせてということになります。こんだけ出ている部分と、こんだけ出ている部分。裏返したんで、そんなに大きな差はないんですけども、出方が違ってくるというのがあります。もちろんですね、この柵土台にスナップしてるので、柵土台を壊してしまうと、門も壊れてしまいます。もう一つですね、恐竜門なんですが、置いて恐竜門自体に恐竜門がスナップするっていうのがあるんですね。90度もそうですし、横に貼るときもそうです。これに関して、もちろんここにも恐竜門をスナップしておくことができます。こういう状態ですね。一辺に対して綺麗に並べる場合、これ90度も一応できるんですけど、こういう形で90度も置くことはできます。スナップしてですね。ただちょっと角の部分が重なり部分があるんで、ちょっと微妙なところはあるんですけど、2枚分で同じようにスナップしていくことはできます。もちろん、この先に対してもスナップすることはできます。こういう感じですね。ずっとつなげていくことはできます。ただ、これ注意してほしいのが、このゲート枠はこのゲート枠にくっついてて、このゲート枠はこのゲート枠にくっついてます。このゲート枠はこの柵土台につながっているので、この柵土台を壊すと全部壊れます。ここだけご注意ください。1個ずつ柵土台置かなくてもいいんですけど、置くと柵土台ごとになるんで、こういうことはなくなるんですが、何かで柵土台を壊してしまったら全部壊れるということになりますんで、そこだけご注意いただければと思います。続いて、はしご設置なんですが、何かっていうと、どれでもいいんですが、はしごっていうのがあります。で、通常、こういう内装とかつけるときって割とフリーだったりするし、置いて角度合わせて変えたりとかもあるんですけど、綺麗に置きたいよってなった場合に、目測だと、このように軽視点とかですね、使って綺麗に置くっていうのもあるんですけど、目分量になってしまうんですね。で、これを綺麗に置く方法があって、それがこのはしごです。一回ここに置きますね。一応これ登るのと反対側は登れないんで、そこだけ表裏気をつけていただいて、登ってからですね。このままでもいいんですけど、この状態で手前に寄せてから、パソコンだと K ボタンで、プレイステーションだとサークルメニューだったかな。で、自由視点に切り替えていただくとこういう形になります。こうなると降りても横にはぶれないんで
ですね。左右には動ける。前後とですね。ただ横にはぶれないんで、この柱が土台にまっすぐになってるんで、土台にまっすぐの向きの設置物が作れると。あとはこの状態で自由視点で奥行き見ながらと、横ですね。見ながら設置していただく。この場合に注意がいるのは、さっき言ったこう回せてしまうので、その場合だとずれちゃうので注意いただきたいと。で、このように置いて、向き決まって、できたら回さないように設置する。そのまま下がって、また設置する。こういう感じで置いていけるよというものですね。もう一つポイントがあって、これ土台の真ん中につくんですね。なので、例えば3マスの建物として、恐竜門。主にこれは恐竜門よりは巨大門の方が多いと思うんですが、数が合わないと。恐竜門だと2マスなんで、さっきの柱設置でここにぴったしはできるんですけど、ここに置こうと思ったら難しい。また目分量になっちゃうんですね。で、そういう時に、はしごを使っていただくと、このようにいけるよと。あとは奥行きだけなので、振ったままでもいいですし、手前にしてから軽視点にして降りると。この状態でちょっと引いて、どれぐらい出すかを決めつつ置くという状態ですね。これ横に移動したら真ん中じゃなくなるんで、そこだけ注意いただいて、この状態で設置する。この状態ですね。こんな感じで綺麗に置けるよと。どうしても恐竜門の場合は壁の端が出てしまうので、あまり使うことないかもしれないですが、こういう形で置くことができます。ベヒマスゲートは結構横の壁出ないんで、柱が大きいんでね、こういう設置が有効になってきます。もともとベヒモスゲートは7マスなので、2しじゃないですね、土台に対して真ん中に置こうと思ったらですね、こういう置き方もできます。あと、主に使うとすれば、工業量とかに関しては 3×3 マスだったりするので、綺麗に真ん中に置こうと思ったらこういう形で真ん中を取るっていう手段は取れるので、もちろん向きまっすぐで端に合わせるっていうこともできます。奥行きは目分量ですけど。続いて壁の重ね方になるんですが、これも削土台を使います。例えば手前に置いていただいて、通常壁1枚しか当然ながら置けないんですが、削土台を置くと土台側と削土台側、2段階の設置ポイントができるので、このように重ねておくことができます。で、用法としていくつかありまして、一つは単純に壁を張る際ですね。通常張った状態から内側のポイントで裏返すで設置していただくと、表裏同じ壁が作れたりします。デザイン的にですね。この際注意がいるのが、削土台と土台でですね、高さが違うので、微妙な高さの差ができます。ここだけご注意いただければと思います。あと天井を張るときとかにですね、ちょっと違いが出てくるのでご注意ください。あともう一つが、これする場合は削土台外側に置いた方が割と設置はしやすいです。その向きとかに合わせていただければと思うんですが、内側に壁を張る。外側に柵を張る。これで、デコレーションになるんで、こういう感じになるんですけど、外側に貼っていただいた方が、削土台の足は出るんですけど、見た目的には良くなります。これと同じで、両扉枠と温室の壁とかで窓にしたりとかもできます。続いて、ちょっと知識的なところになります。まずは、スナップについてですね。先ほども、何回か口走ってはいるんですが、このように、普通はこういうフリーの状態ですね。いろんなところに置けるんですが、建材同士くっつくこういうポイントがあります。これをスナップって言います。1個に対して、綺麗に置けるというものですね。割とわかりやすいのが、こういう柱とかだと、フリーに置けたりするんですけど、近づくとこういう形でピタッて合うところがあります。これで高さが揃うので、下が段々になってても、このように土台がまっすぐ張れる状態ですね。ちょうどここがわかりやすいんですが、地面は斜め向いてるんですけど、スナップしておいてるので、土台の高さは一定になってる状態ですね。これがスナップしておくことによって綺麗に置けるというものになってます。
壁とか、こういうところですね。さっき使ってた角にスナップできるできないとかですね。削度台を使ってっていうのはそういうところになってます。これで結構ポイントになってくる部分っていうのが一つあります。さっきもちょっとお話ししたんですが、この天井にスナップする階段ですね。土台にももちろんスナップしてこうやって置けるんですけども、こういう形ですね。さっきこれをスロープにした場合、傾斜付きの屋根と一緒になるっていうご案内をしました。で、もちろん同じ木のスロープっていうのはあるんですが、木のスロープは角度が違ってきます。ただ置けるところは大体一緒です。先ほどお話しした傾斜付きの屋根に関しては、壁に対してこういうスナップの仕方をします。横につく状態ですね。これに関して壁にこうまっすぐですね、スナップすることができません。こういう感じになっちゃうんですね。横にこのくっつくポイントがある状態なんですね。それに際してまっすぐ置くためには、このように傾斜付きの壁っていうのがあります。これを使っていただくと、この壁に横にスナップするので、傾斜付きの屋根を貼ることができます。それぞれ利点がありまして、階段であればこのように壁に垂らして置いていけるんですね。で、もちろんこっちにも伸ばすことができます。上にですね。で、スロープに関してはこれはできます。ただ、傾斜付きの屋根に関してはここにスナップポイントがないんでできないんですね。その代わり横に伸ばすことができます。で、逆に階段に関しては横にスナップポイントがないんで横はくっつかないんですね。この面にしかつかないのでこっちの面にはないんです。なので横につけることは壁伸ばせばもちろんできるんですけど伸ばしていくっていうのができません。傾斜付きの屋根はそれができます。設置するときに対してどっちを使うかっていうので設置ポイントをうまいこと考えておくことで建築がはかどります。これはちょうどいい見本として同じ形なんでねご案内しましたがいろんなものに対して存在します。このスナップポイントがやっぱ重要になってくるところになります。建材によってもこのスナップポイントが違うんだよっていうところですね。もう一つスナップポイントで注意しないといけないものがあります。それがこの三角天井ですね。三角天井って3辺あるんですね。こういう状態で。木材はわかりやすいんですが、鉄だとこういう感じ。これも一応模様がついてるんで比較的わかりやすいんですけど、これなんですが、天井をですね、つけることはできるんですね。壁を張ることもできるんですが、この三角天井、スナップするのは必ず一辺だけなんですね。ついてるのは。なので、必ずこの面しかスナップをしていません。こういうところだと、この状態ですね。で、何が言いたいかっていうと、こっちはこの面に設置ができてます。こっちはこの面に設置ができてます。この上についているのは、こっち側に設置がついてるんですね。どういうことかっていうと、スナップしてるのってこっちの天井なので、こっちの天井を壊すと、上のも壊れるんですね。ただ、これ同じ状況を作っても、この状態ですね。で、次はこっち側にスナップさせました。上の方。なので、こっちの天井を壊しても残るんですね。なんで、三角天井のスナップするのって、この手前側だけなので、一辺しかスナップするポイントがありません。そこから先には伸ばせるんですが、この三角天井自体がくっついているのは、あくまでこの一辺だけなので、注意しないと天井が一気に抜けるということになるので、ご注意いただければと思います。これかなり重要ですね。続いて土台判定についてなんですが、アークですね。基本的には空中建築ができません。なので、通常この状態、天井を張れるんですけど、まず壁を壊すと上のも落ちてきます。で、この判定、土台があるところから2マスまでになりまして、3マス目になると置けなくなります。この状態ですね。支えがありませんっていうのが出てきます。ただし、土台を伸ばすと、ここが繋がっているので、どこかがくっついている。さっきのスナップしている状態ですね。であれば、さらに伸ばせるようになります。こういう形ですね。で、2マス離れると置けなくなります。次が置けなくなります。ここの土台と上の天井がつながっているのは、この壁がつながっているからなので、この壁がなくなると全部壊れます。もちろんここの土台判定なくなっても壊れます。
次にですね、この土台判定を持っているのが、通常のこの土台ですね、と、柱自体にもこの土台判定があります。この状態で天井を張っても2マスまで伸ばすことができます。で、同じようにこの柱にスナップ、くっついてはないんですが、スナップという状況が生まれるんですね。この柱にスナップしてこれが置けてます。この柱にスナップしてこの柱を置いてます。見えてないんですが、スナップという状態でこの柱がつながってるんですね。なので天井が伸ばすことができるようになります。どんだけ高くても同じ状況ができるので、一番下、地面のところには柱を置いて、大型建築とかですね。こういう建築の時に土台にスナップして柱を置いて、こうですね。ここに天井を伸ばしていくっていうことはできます。以前、本部拠点建築の時とかでは、これで作っている状態ですね。もちろん、この柱を落とすと、上の境目のところが落ちてくると。内側から壊すと残ったりはするんですけど、これ例えばですね、1個壊しただけで全部壊れるっていうね、元の判定に戻ります。なので、かなり注意しないといけないので、あまりこの空中建築はお勧めしません。ちゃんと土台を伸ばしてるのであれば問題はないです。土台をずっとつなげてですね。この土台判定を持つものなんですが、全部で、この四角の土台と、この三角の土台、柱。この3つに関しては土台判定持ってます。ただ、先ほどから出てる柵土台ですね。これは土台っていう名前がついているんですが、壁は通常置けないんですけど、この柵土台の上に置けます。ただ、土台判定はないので、天井を伸ばしていくことはできません。ただ壁を上に伸ばしていくだけで、天井を張ることができません。ただ、ちょっとポイントとして、柱をスナップすると、実は置くことができるようにはなります。この柱判定。柵土台に柱がスナップして、土台判定が生まれるという方法はあります。ちょっと詳しいお話ししすぎたかもしれないんですが、これが土台判定の基本です。続いて、建材の向きに関してなんですが、いろいろあるんですが、まず土台に関してなんですけど、これはどの建材も一緒です。柱でつけるとわかりやすいんですが、土台ですね。この真ん中の設置ポイントと別で、スナップポイントが真ん中につくね、端っこに。ただし、この向きだけなんですね。設置ポイントで端っこに置けるのが真ん中の端っこ。で、こっち側には置けないんですね。この奥に置けるのは一緒です。周りに設置できるスナップポイントは一緒なんですが、この部分に置けるのはこの向きだけです。最初の土台を置いた木材はわかりやすいんですけどね。このラインがあるんで、もうこの向きだけです。ここに置けるのは。こっち側には置けないので、これが向きです。ここに置きたいけど置けないっていう場合ですね。が出てくるので、ご注意ください。ただし、さっき案内した柵土台つけると、柵土台の真ん中に置けるので、置くことはできます。柵土台さえ置けばですね。このポイントの違いが出てくるので、強引にこうやって柵土台使って置くことはできるんですが、この向きであれば柵土台使わなくても、この端っこの真ん中に置くことができます。土台に関してですね。同じように柱。なんですが、柱のスナップ、このワンブロックですね、あるんですけど、こっちの向きに関しては、ワンブロックと半ブロックのところがあるんですね。こっちはワンブロックだけしか間にないんですね、スナップポイントが。この正面の向きだけ、この半ブロックを置くことができるっていうところですね。土台下げもそうなんですけど、高さ下げていくのも、手前であれば、この短い範囲で置いていくことができると。これはこっちにスナップしてるんですけどね。っていうところが違いになります。各建材ありまして、さっきの三角天井ですね。もう同じですね。向きとして、ここしかスナップしないっていうのは同じ向きのお話になります。もう一つですね。以前、オーシャンプラットフォームの解説でもさせていただきましたが、オーシャンプラットフォームに関しても向きがあります。それは、オーシャンプラットフォーム、内側にこうやってスナップを置けるんですけど、向かって右側はこのように角に置くことができます。2箇所だけあるんですけど、これで半マスずらしで、
土台が置けるようになる。通常であれば、このスナップになるんで、ここに置けないんですね。これができるのは、置いた右側になって、こっち側は4マス、ここは置けるんですけど、こうやってですね、ここの真ん中に置くことはできません。こっちも一緒ですね。できません。ただ、右側の、ここですね。こうですね。この状態で、今この向きに置いたので、置いた向きの右側は3マスずらしで、角に置くことができます。左側はできません。この2ポイントだけになるんで、これも向きの問題になりますね。各建材ごとにこのように向きで置ける場所、スナップするポイントっていうのが違ってくるので、ここを知っておくことによってつなげていくっていうことができます。ではですね、ちょっとした準備してるんですが、順番と距離というお話になります。どういったことかっていうと、先ほどお話しした角度台を使って柱を角に置きました。これを壁を張ることで、建築物の角にですね、こうやって柱を飾ることができます。これ完全に飾りですけどね。ただ、これに対して壁を張ってから柱は置けないんですね。ただ、同じ状況なんですが、柱を張ってから壁は置けます。これが設置の順番になります。結構この順番がアークでは重要になってきます。置く順番によって置けたり置けなかったりっていうのが出てきます。これもその順番の一つなんですが、通常先ほどと同じように壁を張った状態でここに作土台を置いたとします。ここに柱を置こうと思っても置けないんですね。ただ、でも準備してるんですけど、柱をまだ壁が張っていない上の状況であれば張ることができます。この作土台にスナップしてですね。この状態で下に伸ばしていくことはできます。これ別に角でなくてもなんですけど、こういう形で貼れます。もう一つが、こういう先ほどご案内した傾斜付きの屋根なんですが、これも向こう側は壁張ってますね。こっち側は壁張ってないんで、貼りたいってなっても赤くなって貼れないんですね。ここに貼ろうと思ったら。ここどうしても隠したいよというとこなんですが、これに関しても、これを一回壊して、で、これを置いてからだと貼れます。こういう感じですね。なので、傾斜付きの壁を貼ってから屋根を張れば、両サイドに貼ることはできます。パッと思いついたものだけ今ご紹介しましたが、その他にもいろいろあります。置けそうなのに置けないなっていう時は、作る順番を変えてみると置けたりします。特に柵を張ったりとか重ねたりとかするときはここが有効になってきます。で、もう一つ同じ流れで置けそうに置けないというところでですね、ここですね。青くなってるんで置けるんですけど、ただ決定ボタンを押しても置けないんですね。で、こういう場合どうしたらいいかっていうところなんですが、基本的に赤くなっているところは何かしら障害物とかにぶつかって置けないという状態です。ただ、緑になってるんであれば、基本的に絶対に置けます。こういう時どうするかっていうと、いろいろ試すっていうところなんですが、例えば近寄ってみたり、離れてみたり、これで置けましたね。とか、あと、割とできるのは、逆側から見るっていうものですね。こういうのも置けるようになったりします。向きを変えたり、距離を変えることで、そのスナップポイントが安定するんで、置けるようになるっていうものになってます。基本的に青になってるんであれば、どうにかすれば距離とか向きとか置けるというものになってるんで、試していただければと思います。以上です。はい。では、いかがでしたでしょうか。本日は、アーク建築チュートリアル超基本12選という形でお送りしてきました。この12選以外にも最初に知っておいた方がいいことがあります。それは、ここなんですけども、家判定というのがありまして、こういうところですね。囲われたところ入ると、右上今つきましたね。家のマークが出ました。お家になっているところに関しては、家のマークが出て家判定というのがつきます。これどういう状態かっていうと、簡単に言うと消費が減るというものになってくるんですが、水分値とかですね。ここに関してはちょっといろいろややこしい部分と完全に解明が難しいところがありまして、
後々お送りしようかとは思うんですが、今回に関しては省かせていただきました。ただ、わからないとご不便だと思うので、同じくアークの動画ですね、配信されていらっしゃる、ちょっと連絡を取りましてですね、了承をいただいたので、名前を出せます。マッスルサバイバーさんにご協力をいただきまして、ちょうどですね、先日、この家判定に関して検証されている動画を出されてたんですね。なので、ちょっとお願いをしてですね、紹介させていただくというところを、快くご了承いただきましたので、一応、四角いお家のパターンと、円形建築の部分と2つ動画出されているので、ぜひそちらでご確認いただければと思います。はい、ちょっとおすすめ派手に演出しすぎたかもしれませんが、ちょっと雰囲気は違うかもしれないんですけど、ぜひご確認いただければと思います。また後々ですね、自分でもさらにちょっと情報を集めてですね、まとめれればと思いますので、その際はまたよろしくお願いいたします。というところで12選ですね、アークの建築、奥が深いですし、ちょこちょこちょっと話しすぎそうになって無理やり止めたところはあるんですけど、本日はもう基本の基本、超基本というところでご紹介させていただきました。実際の今回の内容を使ったどういった建築をするとかですね、また後日お送りいたしますので、そちらもお楽しみにお待ちいただければと思います。今回の内容ですね、見ていただければ、一応建築は普通にできるよというところになっているかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。